ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、アニメ業界を揺るがすネットフリックスとマッパの戦略的パートナーシップの話題についてよ。現在、このニュースが世界中のアニメファンの間で期待と同時にある恐ろしい予測を呼び起こして大騒ぎになっているの。マッパってあの作画がすごすぎて社員の命を削ってアニメ作ってるなんて噂されるくらいの超有名スタジオやろ。そこがネトフリと組むってこと？なんか嫌な予感がするっちゃんね。その通り。今回の提携はただアニメを流すだけじゃないの。今日はその戦略的パートナーシップの裏側とみんなが一番恐れてる実写化の可能性について徹底的に解説していくよ。ではまずバウンディングイントゥコミックスによると、ネットフリックスは世界中のアニメ視聴者の拡大を支援するためにマッパと戦略的パートナーシップを発表したのよ。これによってまだ噂段階ではあるけれど、チェンソーマンや呪術廻戦の実写化の可能性というファンにとっては少し恐ろしい可能性が浮上してきているんだよ。はい出た。ネトフリの悪い癖が出た場合、人気アニメはとりあえず実写化すればいいって思っとらん？カウボーイビバップの悲劇をもう忘れたとかいな。葵のその毒舌、相変わらず鋭いね。でも今回のニュースはもっと奥が深いの。1月21日に正式発表された内容を見ていくと、このコラボレーションではネットフリックスとマッパの2社がストーリー開発から商品化まで世界的な視点で新しいプロジェクトに協力することになっているの。ストーリー開発から商品化まで？ただ作ったアニメを配信させてくださいって話じゃなかと？違うのよ。もっとがっつり組むってことなの。ネットフリックスはマッパが制作したオリジナルアニメタイトルを世界中の会員に独占配信する予定になっているわ。つまり企画の段階からネットフリックスが関わってグッズ販売みたいな商品化まで一緒にやるってこと。これはかなり大きな動きだよ。なるほどね。マッパのクオリティが高いのは認めるけど、ネトフリ独占になると円盤、ブルーレイとかの展開がどうなるか心配やね。で、ネトフリ側はなんて言いよると？ネットフリックスはこうコメントしているわ。アニメは会員の皆様の視聴体験の中心ですってね。なんと現在ネットフリックス会員の半数以上がサービス上でアニメを楽しんでいて、アニメ視聴率は過去5年間で3倍に増加しているそうなの。5年で3倍？そりゃあネトフリも必死になって囲い込みにかかるわけたい。金になる気は見逃さんってことね。言い方はともかく事実はそうね。今回の提携によりマッパの新作アニメ作品はネットフリックスで独占配信され、全世界同時配信されます。世界中のファンの皆様がこれらの物語を共に体験していただくことができるようになりますとも述べているわ。タイムラグなしで世界中で見られるのは海外ファンにとっては嬉しいことだよね。まあ海外の違法アップロード対策にはなるかもしれんけど、でもマッパ側にもメリットがないとこんな提携結ばんやろ。大塚社長はなんて言いよると？マッパ代表取締役社長の大塚学氏は今回の契約についてこうコメントしているの。これまでもネットフリックスとは様々なプロジェクトで協業してきましたが、今回のパートナーシップ拡大はクリエイティブ面でもビジネス面でも独立系スタジオであり続けるというマッパの信念に基づいていますって。独立系スタジオであり続けるね。ネトフリの莫大な資金が入れば自転車操業からは抜け出せるかもしれんけど、逆にネトフリの言いなりになる危険性もあるんやなかと。そこがポイントなの。大塚社長は続けてこうも言っているの。日本のアニメスタジオは世界の視聴者ニーズの把握から企画立案、視聴者へのリーチ、そして関連事業の拡大に至るまであらゆる段階において主体的に主導していく必要がありますってね。ほうほう。つまり下請け根性じゃダメだってことね。自分たちで主導権を握るためにネトフリの力を利用してやるって気概は感じるばい。そう。マッパはネットフリックスとの連携を深め、長期的なウィンウィンのパートナーシップを目指していきますと締めくくっているわ。ネットフリックスジャパンのコンテンツ担当 VP の坂本啓太氏も、マッパは常に大胆な挑戦を続け、これまでにない表現を実現してきた素晴らしいスタジオですと断言して評価しているのよ。お互い褒めちぎっとるね。まあビジネスやけん当たり前か。でもさっきすみれが言ってた恐ろしい可能性ってなんなん？ここまでは景気のいい話ばっかりやん。ここからが本題だよ。ネットフリックスはマッパ独自のアニメ制作アプローチとネットフリックスのグローバル展開、そして魅力的なコンテンツを生み出すために不可欠なリスクを取る勇気を組み合わせることでアニメの可能性をさらに広げたいと考えているの。待って、
リスクを取る勇気って言葉、なんかすごく嫌な響きがするっちゃんね。それって原作を大胆に改変する勇気とか、ポリコレ配慮をねじ込む勇気とか、そういう意味じゃなかろうね。葵、勘が良すぎるよ。記事の筆者もそこを懸念しているの。おそらく最も注目すべきは、契約の公式プレスリリースの結論で述べられている、この拡大されたパートナーシップのもと、現在、複数の新しいアニメプロジェクトが企画、制作中である、という事実なの。複数のプロジェクト。それがアニメならまだいいけど、まさか。公式には何も確認されていないし、これらのプロジェクトがアニメなのか実写なのかは不明なの。でも、記事ではこう指摘されているわ。この特定のパートナーシップにより、スタジオの現在のヒット作である、チェンソーマンと呪術廻戦への参入障壁が下がり、ネットフリックスで独自に本案されることになるって。ギャー。やっぱりそこか。チェンソーマンと呪術廻戦の実写化？絶対にやめて。ポチタが安っぽい CG になったり、五条先生が変なコスプレ外国人になったりするのは未踏なか。落ち着いて、葵。まだ決まったわけじゃないから。でも、記事には続きがあるの。確かに、マッパは、チェンソーマンや呪術廻戦のどちらも所有しておらず、現在、両方の権利は、共通の出版社である集英社が、しっかりと保有しています、とあるわ。総体。集英社様がついとる。天下のジャンプ編集部が、そんな無謀な企画を通すわけなかろうもん。ところがね、記事はこう続けているの。しかし、両シリーズのアニメ化が大成功したことを考慮すると、マッパが実写化に興味を示したり、ネットフリックスからそのようなプロジェクトの指揮を任されたりした場合、集英社が各 IP の実写化ライセンスを喜んで取得する可能性も否定できないって。なんでよ。集英社は作品を守るのが仕事やろ？ここで記事の最後にとんでもなく辛辣な、でも否定できない一文があるの。特に集英社が西洋のスタジオにドラゴンボール、デスノート、さらにはセイントセイヤを勝手に許したのを見れば、なおさらだってね。それを言われるとグーの音も出ん。ドラゴンボールエボリューションの悪夢、セイントセイヤの実写版も爆死したし。集英社、意外とお金積まれたらゴーサイン出すところあるけんね。そうなの。だから、ネットフリックスのチェンソーマンや呪術廻戦が実写化のメニューに含まれるかどうかは、依然として憶測の域を出ないとは言いつつも、過去の事例を見る限り、絶対にないとは言い切れない状況なのよ。はあ、なんか聞いてて胃が痛くなってきたばい。この先どうなるか不安になってきたばい。葵、ネガティブすぎるよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。さて、話を戻すけど、このニュースに対するネットユーザーの反応も、やっぱりこの記事の懸念通り、不安の声が多いみたいで。どうせみんな、やめろ、って言いよるんやろ？例えば、こんな意見があったわ。マッパの作画クオリティにお金が出るのはいいことだけど、ネットフリックスオリジナルになると、急に、脚本が微妙になる現象、あれなんなの？呪術の実写化とか絶対無理。領域展開を実写でやったら特撮ヒーローものみたいになりそう。チェンソーマンの実写化？血みどろのスプラッター映画にするならまだしも、ネットフリックスだと変な人間ドラマ入れられそうって。みんな、ようわかっとるね。的確すぎる指摘ばい。金は出すけど口は出さないっていうパトロンがおれば一番いいっちゃけど、ネトフリは金も出すけど口も出すけんね。一方で、ポジティブな意見もなくはないのよ。マッパのアニメーターの待遇が良くなるなら賛成。世界同時配信はありがたい。ネタバレ踏まなくて済む。ドロヘドロの2期もマッパで期待していいのかな？といった声もあるわ。確かにアニメーターさんの給料が上がるなら、それはいいことかもしれん。でも、マッパ独自の制作アプローチと、ネットフリックスのリスクを取る勇気が化学反応を起こして、とんでもない改作が生まれる可能性もゼロじゃなかよね。そうね。ネットフリックスジャパンの坂本氏が言う大胆な挑戦が良い方向に向かうか悪い方向、無謀な実写化に向かうか、これが最大の焦点になりそうね。マッパも今は飛ぶ鳥を落とす勢いだけど、作品数が増えすぎてパンクしないかも心配だし。ほんとそれ。チェンソーマンの劇場版もあるし、呪術の続きもあるし、地獄楽もあるし。その上ネトフリの新作まで抱えて、マッパの社員さんたちが倒れんか心配やわ。記事にもあった通り、正確な条件は、両者が綿密なコラボレーションを行うための扉を開くものであり、現在進行中の計画については、まだ噂すらされていない状態だから、今後の公式発表を待つしかないわね。
ただ、集英社がワンピースの実写版で大成功した例もあるから、しっかりと原作者が監修に入れば、あるいは、ワンピースは小田先生ががっつり関わったから成功しただけで、あれは奇跡みたいなもんやろ。呪術やチェンソーマンのような独特の世界観を3次元に落とし込むのはハードルが高すぎる気がするっちゃんね。私はやっぱりアニメはアニメのままで楽しみたい派かな。そうだね。アニメという媒体だからこそ表現できる魅力があるもんね。今回の提携が純粋に高品質なアニメを世界に届けるためだけに使われることを祈るばかりだよ。本当にお願いしますよ、大塚社長、ネトフリさん。変な色気出して実写化プロジェクト指導とか言ったら私が博多から抗議のメール送るけんね。葵の抗議メール誤字脱字だらけでスパム扱いされそうだけどね。ということで今日はネットフリックスとマッパの戦略的パートナーシップとそこから浮上する実写化の懸念という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？マッパならやってくれるって信じるか、ネトフリに関わるとろくなことにならんって警戒するか、意見が真っ二つに割れそうやね。今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。